ポンプは大家好，我是プアル。くまのプーさん A.A. ミルンが原作の大人気ディズニー作品ですが、レギュラーキャラだと思っていた虎のティガーが原作にはいないことをプーさん推しを自負していたのに最近になって知ったプアルです。厳密には原作の1作品目にいなかったということですね。トラブルを巻き起こすのに憎めないキャラがティガーです。私の推しはいいよ。コンプアーデン2案6号です。今回もライズオブキングダムズから、さあピンサーフォーメーション馬蹄人の軍旗2が出ました。馬蹄人の効果銃撃ダメージが 12% となり、軍旗2として古符シリーズが出ました。今回は部位ごとに青グリフ、金グリフの順で見ていきます。古符のグリフ2をメインに旧グリフも合わせて表示しておきます。見比べながら解説していきましょう。ではまず左上、ジャンルが本のところですね。こちらからいきます。征服者の証で交換できるキングリフの場所です。さあ青から見ていきましょう。甲冑破り、銃撃ダメージを与えた時 60% で命中した部隊の防御力 30% を無視する。1秒に3回発動チャンスがあり、クールダウンは5秒です。デバフが反映されるタイミングは文面通りに読みます。一部検証で明確になっているものだけ反映タイミングまで触れて紹介していきますね。グリフ1の方は崩壊、銃撃ダメージ命中で対象は次のターンから2秒間防御力 20% 減少する。効果は1秒間に3回発動ということで、これは確率ではなく確定発動なので、文を見る限り私の誤解でなければ効果対象は3体までということだったんでしょうか。スタックとも書いていないのでそういうことなんでしょう。わかりませんが、今回は同じような説明の効果もその前提で話していきます。で、そういうことであれば確定の分、こちら1のグリフ崩壊の方が手堅いとかあるんでしょうかね。対象が4部隊以上であれば軍旗2の甲冑破りに優位性はあるし、白旗や流鉄なんかだと1ターンに最大3回の抽選をすることも可能っぽいんだけど、常にその状況とは限らないし、 60% だと空振りもありそうだしね、ちょっと微妙な強化といった印象。タイミングを検証していないので分かりませんが、もしかしたら甲冑破りの方は発動トリガーの銃撃ダメージがそのまま防御 30% 無視で入るのかもしれません。また防御力減少と無視という表記の違いがあるので、上昇と増幅の関係のようにもしかしたらここに差があるのかもしれませんね。計算式が違い、無視の方が効果が高いとかね、しっかりした違いがあればパワーアップと見ていいのかもしれません。リリースの担当者の方、または詳しい方、ぜひコメントで正解を教えてください。ではキングリフ、レジェンドグリフを見ていきましょう。破人の一撃、銃撃 7% 増幅と 2% 強化されています。銃撃ダメージを命中させると、命中した対象最大5部隊にその後3秒間は自身の銃撃ダメージが上乗せされる効果。ざっくり言うと、対象の兵数 50% を上回る場合、兵数のバーが白ってことだよね。なら 20% の上昇、黄色以下なら 30% 上昇と、弱っている対象に対して有利になるって効果ですね。クールダウンが3秒なので、早いサイクルで発動もできそうですね。理想は主将の AS 後、副将の銃撃をダメージアップじゃないかと思うんだけど、クールダウンが早い分、基礎攻撃で発動する単体の銃撃ダメージで発動しちゃうと噛み合わなくなってこないか、逆に心配にもなりますが、これは軍旗2のグリフ、こちらに変換して問題ない強化じゃないでしょうか。軍旗1の圧倒する力の方は銃撃ダメージ 5% 増幅、銃撃ダメージが命中した部隊は次のターンから3秒間受ける銃撃ダメージ 20% 上昇。こちらは対象が5部隊でクールダウン5秒でした。続いて右上、ジャンルは楽器ですね。楽器の軍旗です。青グリフ、粉塵の一撃、3.5% の銃撃ダメージ増幅。銃撃ダメージを与えると 50% の確率で怒り30を獲得するという効果。1秒間に最大5回発動できるので、最大は怒り150獲得ということでしょうかね。クールダウンが2秒なので、これは条件と運が良ければ AS サイクルの短縮に
に役立ちそう。これもいいね。軍機1の破壊襲撃の方は 2% の銃撃ダメージ増幅。銃撃ダメージを与えると 50% の確率で3秒間怒り獲得速度 20% アップ。クールダウンは10秒という効果なので、これは早々に変換したいところでしょう。さあ、そしてレジェンドグリフ、キングリフの方は派生の銃撃でしょうかね。7% の銃撃ダメージ増幅、そして条件が少し長いですが、銃撃ダメージを与えたターンに銃撃ダメージの総係数が2000を超えると200ごとに5秒怒り獲得速度が 5% 上昇。与える銃撃ダメージがターゲットのヒットポイントの 2% を無視する。最大5スタックということで、2200以上の銃撃ダメージを与えていると、最大は怒り獲得 25%でターゲットに銃撃ダメージはヒットポイント 10% 無視できる効果になるということですね。いや、この軍機はかなりいい効果じゃないでしょうか。軍機1のグリフはちょっと読めませんが 5% 銃撃ダメージ増幅、銃撃ダメージを与えた時 75% でそのダメージはターゲット部隊の防御力を 50% 無視する。最大5部隊に発動するが1部隊のみに発動した場合は追加で怒り100獲得、クールダウンは10秒と。改めて見るとちょっとややこしいです。どういうことでしょう。まずターゲットとは基礎攻撃を与える対象を指すはずなので、それが正しければ対象は常に1部隊です。であれば最大5回発動するこの効果というのは 75% で発生する抽選を5回まで行えるという解釈になります。 AOE で複数部隊に渡るときは各敵に抽選され、発動となれば晴れてターゲットの1部隊に防御力を 50% 無視したスマイトダメージを与えることになります。ややこしいけど、その推測が正しければそういうことなんでしょう。なので比べると 2% 増幅は明らかにいいけど、2つ目の効果は指揮官や状況によるのかもしれませんね。単体で決闘となるとシーズン2で使うタクちゃんね。タク春境には超えられなくなりますから要確認ですね。総数に関してはターゲットと書かれていないので、1ターンに AOE で巻き込んだダメージも総数として入ったり、ピース音部など火力の高い指揮官であるなら一気に5スタックまでいけるので、基本エースが入るたび5秒間ターゲットには銃撃ダメージがヒットポイント 10% 無視、怒り獲得も早くなると思っていいのかもしれません。軍機1の方は確率だけど防御力 50% 無視だから結構強いですよね。ヒットポイント 10% 無視よりいい気もするのは気のせいでしょうか。ただ軍機2の方はクールダウンがないし、怒り獲得速度がかなり魅力ですね。続いて右下、ジャンルは旗の軍機です。こちらはね、軍機ショップでキングリフを入手できる部分ですね。さあ、青から見ていきましょう。青グリフ、なんて読むんでしょう。ちょっと片手、攻守、ちょっと読み方がわかりませんが、ダメージ抵抗 1% 上昇。連撃ダメージ抵抗 3% 上昇という効果です。軍機1の方は 4% の連撃ダメージ抵抗なので、計算式がわからないため特化じゃない分連撃に対して弱くなるとかあるんでしょうかね。数字上は見た目変わらないので、全てのダメージも 1% カバーできるようになったと考えていいのであれば、汎用性が広がったシングリフの方がいいですよね。キングリフの方、レジェンドは鉄壁の構え、全てのダメージ抵抗 2%、連撃ダメージ抵抗 3% 上昇。基礎攻撃を受けると 50% で3秒間全てのダメージ 10% 減少、与える銃撃ダメージ 20% 上昇と、クールダウンは5秒。軍機1の効果は 5% の連撃ダメージ抵抗、銃撃ダメージを与えると受けるダメージは3秒間 10% 減少するという効果でしたが、こちらも連撃ダメージ抵抗 5% かつ全てのダメージ抵抗 2% と解釈しておきましょうか。正確なところわかる方いたらぜひコメントで教えてください。そして基礎攻撃を受けると高確率で発動するので、新しいグリフ、軍機2の新しいグリフの方がいいと思いますね。
ただ状況として一方的に叩いている時はシングリフの方2つ目の効果は発動しません。また基礎攻撃というのが、もし基礎攻撃ダメージがトリガーとするのであれば、最初の1ターンくらいしか基礎攻撃ダメージが発動しない衛星に対してはほぼ発動しないことになります。ここは注目ポイントですね。しかし大半の状況では発動が期待できますし、ダメージ減少に加えて銃撃ダメージ 20% 上昇はかなり強力な効果なので、こちらをつけておくのが基本になるでしょうね。最後は左下、ジャンルはトークンの軍旗です。青グリフ戦意でしょうか。銃撃ダメージ 5% 増幅。軍旗1の方は烈心山5位ですね。こちらは銃撃ダメージ 4% 増幅。なので 1% だけ上がってますね。変換石に余裕があれば付け替える程度でしょうかね。優先度は高くなさそう。キングリフ、レジェンドグリフの方は破人の銃砲でいいのかな？ちょっとこちらもわかりませんが、銃撃ダメージ 12.5% 増幅。軍旗1の方は 10% でしたから 2.5% の強化。これは単純に交換案件ですね。さあ、効果説明をよく読んでいるつもりですが、まだ若干グリフ効果の理解がよくわからないところもあって申し訳ないんですが、現時点ではこんな感じの理解となりました。本当指摘や確実な情報などあればコメントね、お待ちしております。別件でもね、突き詰めたら私の誤解だったり、運営さんの方で説明に誤りがあったりすることもあったので、このチャンネルを利用してね、皆さんと双方により正確な、より正しい情報発信ができたらなと思います。理解が進めば使用方法とか考えて楽しむ方向性も深まりますし、全体的にもね、いいかなと思ってます。最後に取得交換の優先順位をつけるならということで、こんな感じでしょうかね。これはあくまでプアールの価値観なのですが、変換石が足りなくて一気に変えられないという方は一つの参考にしてみてください。グリフ効果を見直すと、現在メタの主将 P ソン部はアクティブスキル AS が単体の銃撃ダメージなので AOE で巻き込むと得られる効果などは得られず、グリフの効果を若干活かしきれてない印象です。それでも現在は火力と AS の回転率の力技でメタの強さを維持してるんですが、今後主将になる AS 銃撃ダメージ指揮官が出た時はより強さを感じられるのかもしれませんね。先に出たくさび方陣2のグリフと同じ上げ幅の数値目立ちますが、スキルダメージと銃撃ダメージではちょっと訳が違うので、特に現環境では決闘関連でかなり強化が期待できると見ています。皆さんはどういう印象を持ったでしょうか？私は KVK 真っ最中で大詰めの戦いを控えていますが、歩兵のキングリフは一つしかないので微増の強化とほぼ変わらないかもしれないけど、どんな感じかシングリフの性能とやらをちょっぴり見せてもらおうかと思います。今回のアップデで KVK のヒーローシナリオではアリーナが実装されるということなので、歩兵の最強伝説が作られるのか、どういう展開が待っているのか、引き続き来金楽しんでいきましょう。ということで今回の動画はここまで。ではでは、おつぷはまたです。